はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。今回は PCOT を使ったゲームテキスト翻訳を紹介していきます。普段神ゲーといった言葉は使いませんが、このツールは我々オンリースピークジャパニーズゲーマーにとってはまさに神と呼べる翻訳ツールです。PCOT もしくは PICOT はヌルッポさんが開発及び無料で公開されている翻訳支援ツールで、動画のように日本語に対応していないゲーム内の文字を読み取り、自動で翻訳してくれるだけではなく、豊富な機能と DeepL や Windows 10 OCR を使うことで、翻訳精度や読み取り精度を上げることもできる最強の翻訳支援ツールです。ロールプレイングゲームやシミュレーション、アドベンチャーゲーム、ノベルゲームなど、決まった位置にテキストが表示されるゲームにはとても便利です。1年ほど前にも紹介させていただいたのですが、PCOT の開発も終了し、以前より機能もたくさん増えているので、私が普段使っている範囲で改めて紹介させていただきます。動画では PCOT の導入と基本的な使い方や便利機能の紹介、翻訳精度を上げる DeepL の導入方法と設定、読み取り精度を上げる Windows 10 OCR の導入方法と設定、最後に OBS スタジオに翻訳したテキストを表示させる方法を解説していきます。私自身完璧に使い方をマスターしているわけではないので、使い方が間違っていたり、もっと便利な使い方がありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。私のチャンネルでは Steam の PC ゲームをメインに、今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。ブログでも今回の動画の内容を紹介しているので参考にしていただければと思います。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。それでは早速いってみましょう。それでは PCOT の導入方法から解説していきます。まず、翻訳支援ソフト PCOT と PCOT の動作に必要なランタイムをインストールします。制作者ヌルッポさんの公式サイトで PCOT をダウンロードします。サイトの URL は概要欄に記載しています。PCOT のダウンロードはこちらと書かれているダウンロードをクリック。そうすると OneDrive のページに移り自動的にダウンロードされると思います。もしダウンロードされない場合は PCOT の ZIP ファイルをダウンロードしてください。PCOT のダウンロードが完了したら次にランタイムのインストールを行います。すでにインストールされている方は次の項目へ飛ばしてください。それではマイクロソフトの公式サイトへ行って Visual Studio 2015をダウンロードします。サイトの URL は概要欄に記載しています。オレンジ色のダウンロードをクリックすると、ダウンロードの選択画面が出るので、VC レジスト X86 エグゼを選択して、次へをクリックすると、ダウンロードされます。それではダウンロードした VC レジスト X86 エグゼを起動します。起動するとこのような画面が表示されるので、ライセンス条約及び使用条件に同意するにチェックを入れてインストール。すでに新しいバージョンがインストールされている場合はこのようにセットアップ失敗と表示が出ると思うので、その場合は削除してください。次にダウンロードした PCOT の ZIP ファイルを解凍しておきます。解凍すると PCOT の ZIP ファイルの中身はこのようになっています。PCOT の導入は以上となります。次は実際に PCOT を動かして基本的な使い方を解説していきます。それでは実際に PCOT を動かして基本的な使い方を解説していきます。まず翻訳したいゲームソフトを起動してください。基本的にはフルスクリーン表示で PCOT は使用できないので Windows 表示に変更してください。PCOT を起動します。Windows 10を使っている方は PCOT Exe、Windows 10以外の OS を使っている方は PCOT OtherWin10 を起動してください。私は Windows 10を使っているので PCOT Exe を起動します。起動するとこのようなリスト画面が表示されるので、翻訳したいゲーム名を選んで選択をクリックします。もしゲームが表示されていない場合はリスト更新をクリックすると表示されます。ゲーム以外のアプリケーションにも使用することができるので、その場合は翻訳したいアプリケーションを起動してリストから選択することで使用することができます。今回はゲームを選択します。
ゲームを選択するとこのような操作画面が表示されます。それでは実際に翻訳操作をしていきますので、翻訳したいところまでゲームを進めてください。翻訳したい場面までゲームが進んだら、まずどこでも簡単に翻訳できるフリー選択をクリックします。そうするとゲーム画面が少し暗くなるので、翻訳したい部分の範囲を指定してあげます。指定すると PCOT に翻訳文が表示されます。もう一度やります。フリー選択。範囲を指定。翻訳文が PCOT に表示されます。また、こういったノベルゲームだと、毎回フリー選択して範囲選択するのは面倒なので、翻訳ボタンを使用することで前回指定した範囲を翻訳することができます。このようにですね。ショートカットコントロール0でも同じような操作ができます。これでノベルゲームなんかは結構簡単に翻訳することができます。こんな感じですね。ショートカットキーもゲーム操作と競合しないように変更することもできます。変更方法は設定、システムの設定、でショートカットの設定です。コントロール、シフト、オルトの組み合わせと数字とアルファベットで設定できます。変更できるのはコントロール、シフト、オルトの組み合わせとこの水色のアルファベットの部分になります。アルファベットの変更は選択して右クリックを押すことでアルファベットをこの中から選ぶことができます。次はショートカットにも表示されているこの固定翻訳機能を使って翻訳していきます。ゲームによっては先ほどのノベルゲームのように同じ位置にテキストが表示されるわけではないですよね。ですのでテキストが表示される位置が複数ある場合に便利な固定翻訳機能を解説していきます。動画では左ページと右ページ2箇所翻訳したい箇所があります。左ページに先ほどショートカット設定で見ていただいた固定翻訳1、右ページに固定翻訳2を設定していきます。まず左ページに固定翻訳1を設定します。タイトル設定をクリック。そうすると固定翻訳タイトル設定画面が表示されるので、入力欄に数字の1を入力して分かりやすいタイトルをつけます。タイトルをつけたら新規作成で翻訳範囲を指定します。この範囲が固定翻訳1に設定されます。続いて右ページに固定翻訳2を設定します。先ほどと同じようにタイトル設定をクリック。タイトルの設定画面が表示されたら入力欄に次は2を数字の2を入力して分かりやすいタイトルをつけます。タイトルを付け終わったら新規作成をクリックして次は右ページに翻訳範囲を指定します。これで左ページにショートカット固定翻訳1、右ページにショートカット固定翻訳2が設定されたので翻訳してみましょう。固定翻訳1のショートカットはコントロールシフト1ですね。はい。1左ページと表示されています。次は右ページを翻訳しています。右ページの固定翻訳2のショートカットはコントロールシフト2ですね。はい。これで右ページの翻訳も行われています。右ページになってますね。ちゃんと指定した箇所を翻訳してくれています。注意してほしいのが、タイトルの初めには数字を入力するようにしてください。例えば、ここの3つの行、上中下と割り振りましょう。数字を入力せずに。一番上を上としましょう。中の文章を中。中の範囲を指定します。そして下の範囲を指定します。下の範囲ですね。この状態で
固定翻訳1を押すと、一番下が固定翻訳1に割り振られます。固定翻訳の割り振りは登録した順番とかではなく、この部分のリストのこの順に自動に割り振られるようになります。おそらく50音順に割り振られていると思います。ですので、固定翻訳1に設定したい場合は1、わかりやすいタイトル。固定翻訳2に設定したい場合は2、わかりやすいタイトルにする方がちゃんと並んでくれるので使いやすいかと思います。このように固定翻訳機能を利用することでテキストが表示される位置が複数ある場合でも便利に使うことができます。次はこのようにマウスポインターを置いた時だけ表示されるマウスオーバー表示の翻訳方法を解説します。それではマウスオーバー表示テキストの翻訳方法を解説します。動画のようにマウスポインターを近づけた時だけ表示されるテキストは、マウスポインターを移動させるとテキストが消えてしまうので翻訳の指定ができませんが、PCOT はマウスオーバーテキストの翻訳ができるのも特徴です。まず、マウスオーバーでテキストを表示させます。この状態でショートカット Ctrl+Shift+F のフリー選択を使います。そうすると、マウスオーバーテキストは表示された状態となり、翻訳指定を選択することができます。この範囲を指定します。こういったように PCOT ではマウスオーバーテキストの翻訳もすることができます。ですが、すべてのゲームでマウスオーバーテキストが表示された状態になるわけではありません。例えば、このゲームではショートカット Ctrl+Shift+F のフリー選択をしてもマウスオーバーテキストが維持されません。ですが PCOT ならそういった場合でも簡単に画面をキャプチャーして翻訳することができます。まずマウスオーバーテキストを表示させます。この状態で Ctrl+Shift+P の画面キャプチャー機能を使います。Ctrl+Shift+P、 そして次のマウスオーバーを表示させ Ctrl+Shift+P、そして次、Ctrl+Shift+P。そして PCOT の操作画面の画面翻訳をクリックすると、画像翻訳ウィンドウが表示されるので、フリー選択を選択して、選択範囲を指定します。もしうまく翻訳できない場合は、この画像ウィンドウでマウスホイールを操作することで、拡大もできます。拡大して翻訳することもできます。もし画像を削除したい場合などはファイル操作をクリックすると一覧が表示されるので削除チェック。すべての画像を削除します。確定ですね。こういったマウスオーバーで表示されるテキストも簡単に翻訳することができ便利な機能なのでぜひ使ってみてください。はい、次は履歴機能を解説します。ゲームを遊んでいると重要なヒントやパスワード、暗証番号などが書かれた文章が出てくることがありますよね。そういった時は履歴登録で登録しておいて、履歴リストで後で確認できてメモ代わりとなるので便利です。まず翻訳を指定して翻訳していきます。このように結果が表示されたら履歴登録をクリックします。するとタイトルを付けれます。重要ヒントとしておきましょう。で、確定をします。この履歴登録した文章は履歴リストを押すことで確認することができます。この機能も非常によく使うので覚えておいてもらえたら便利と思います。それでは文字認識精度を上げる方法として画像加工機能を解説します。例えば白い背景に白い文字で書かれた文章は我々人間の目でも読めないですよね。この画像は我々の目では読めますが、読み取れるか試してみましょう。失敗します。これは読めましたが、ちょっとね、数字になっちゃいますね。一番下はどうでしょう。全くもって読めないです。PCOT は OCR 光学文字認識システムを利用して文字を読み取っています。ですが、こういった画像のように複雑な背景と一体化している文字の認識が苦手です。そこで
PCOT の画像加工機能を利用することで文字の認識精度を上げることができます。はい、このゲームではテキストに背景が透かしで表示されていて文字の認識が困難です。実際にね、読み取ってみましょう。若干読み取れていますが、ストップから後の Thinking About Work が全く読み取れていません。こういった時は画像加工機能を使ってみましょう。まず PCOT の操作画面の設定から画像加工 &OCR 読み取り設定をクリックすると、画像加工 &OCR 読み取り設定ウィンドウが表示されます。デフォルトの状態でどのように文字が読み込まれているのか確認してみましょう。まず画像取得を選択します。そして読み取れていなかった Thinking About Work を選択します。ここの倍率を変更することで全体的に表示されます。デフォルトの状態ではこのグレイスケールがかかったような状態で文字が読み込まれています。一度読み取りテストしてみましょう。左下の OCR テストで読み取りテストができます。読み取りに失敗しました。全く Thinking About Work は読み取れていないということなので画像加工を施していきます。まず左上の選択設定フリーデフォルトと書いてあるところをクリックします。そしてフリー選択設定名称の画面が現れるので、例えば分かりやすいゲーム名を設定しましょう。白流すですね。追加をクリックして白流すを選択して選択ボタンをクリックします。そうするとこのゲーム用の設定を開始することができます。では先ほどと同じように画像取得をします。読めていなかった Thinking About Work を選択します。これが今認識されている画像です。これを加工していきます。今回は実際にあれこれ使ってみて読み込めそうな設定値を指定します。まずグレースケールを追加します。これで先ほどのデフォルトと同じような画像になりました。カラー設定明度を180ぐらいに指定します。暗くなりました。そして白黒日化設定を最適値にして追加します。そうすると我々でも読めそうな文字に見えます。これで一度テストしてみましょう。完璧に読み込んでますね。文字認識できそうな感じに加工ができたら保存をクリックします。設定を保存しましたで OK。そして×ボタンで消します。先ほど画像加工した文字を認識させるため設定の変更をします。まず PCOT の操作画面の設定、システム設定、フリー選択時のデフォルト動作設定をデフォルトから先ほどタイトルに指定した白流すに選択します。そして確定を押します。もう一度読み込んでみましょう。フリー選択、範囲を指定します。はい、いかがでしょうか。先ほど読めていなかった Thinking About Work は完璧に認識しています。加工する数値はゲームによって異なります。設定する項目もそれほど多くなく直感的に操作できると思うので、いろいろ試してみて最適な数値を見つけてください。PCOT の基本的な使い方と便利機能の解説は以上となります。実際に PCOT を使用してよく使う機能を解説していきましたが、他にもたくさん機能が詰め込まれている最強の翻訳支援ツールです。もっと便利な機能や使い方を知りたい方は、説明書テキストや PCOT 使い方などで検索するとたくさん出てくるので調べてみてください。他にも PCOT 対応ゲームウキさんでは各ゲームごとの動作評価をされていたり、ゲームビュアーさんでは英語以外の言語を翻訳する方法など、今回紹介した以外の機能も紹介されているので参考にしていただければと思います。各サイトの URL は概要欄に記載しておきます。この動画のコメントでの質問も私でお答えできる範囲は対応させていただきますが、PCOT を使わせていただいている一ユーザーにしか過ぎないので、質問にお答えできないこともあるのでご了承ください。それでは続いて DeepL の導入と設定を解説していきます。それでは DeepL の導入を解説していきます。PCOT の翻訳は Google 翻訳を利用したツールですが、
DeepL 翻訳を連携させることで翻訳精度が上がり、より自然で日常会話のような翻訳をしてくれます。まず DeepL のサイトでソフトをダウンロードします。サイトの URL は概要欄に記載しておきます。使用している OS の環境を選んでダウンロードしてください。私は Windows なんで Windows をダウンロードします。完了したらダウンロードした DeepL セットアップエグゼを実行します。そうすると DeepL が起動します。ログインしなくても使えるのでログインしないを選択をクリック。次にショートカットキーの選択を聞かれるので、ここはコントロールプラス C プラス C を選択します。そして翻訳を始めるで DeepL の導入は完了です。それでは PCOT と DeepL を使った翻訳を行っていきます。ゲームソフト PCOT DeepL を起動し、翻訳する状態にしてください。まず PCOT 操作画面の中央、DeepL と連携のチェックボックスにレ点のチェックを入れます。そして指定箇所を翻訳すると、自動的に DeepL にも翻訳が開始されます。このようにチェックを入れておけば PCOT に連携して DeepL が翻訳してくれます。翻訳した内容も Google 翻訳と比べるよりより日常会話に近い翻訳をしてくれるので、ゲームをより理解して遊ぶことができます。毎回連携して DeepL が起動するのが煩わしいという方は DeepL と連携のチェックボックスを四角にしてください。そうすることで必要な時だけ DeepL と連携させることができます。例えばチェックボックスを四角にして翻訳すると DeepL には翻訳が反映されません。ですが本文の上で右クリックすることでDeepL で即時に翻訳してくれます。こうすることで Google 翻訳で分かりにくいなという時は DeepL で翻訳してみるといった使い方もできます。チェックなしは DeepL と連携しません。DeepL の使い方は以上となります。次は読み取り精度を上げる Windows 10 OCR の解説をしていきます。それでは Windows 10 OCR の導入と設定方法を解説していきます。PCOT ではデフォルトで Tesseract OCR という文字認識システムを使用しています。Windows 10を使っている方は Windows 10 OCR を使うことでTesseract OCR ではうまく読み取れなかった場合も対応できることがあります。実際に使ってみた感じでも Windows 10 OCR の方がうまく読み取れることが多いです。それでは導入方法を解説していきます。まず左下の Windows ボタンから設定を選択。そして時刻と言語。その次に左側のタブで言語を選択してください。表示された優先する言語から言語の追加をクリックします。そして表示されたインストール言語を選択してくださいのリストの中からEnglish United States 英語アメリカを選択します。そして次へ。必要なのは光学式文字認識だけなので他のチェックは外しても構いません。そしてインストールをクリックします。これで優先する言語の中に英語、光学文字認識だけが追加されました。これで Windows 10 OCR の導入は完了です。続いて PCOT の文字認識システムを Tesseract OCR から Windows 10 OCR に変更していきます。それでは PCOT の操作画面に戻り文字認識システムを変更しますが、一度画像加工でも認識しにくかった Thinking About Work の一文を加工なしの状態で読み取ってみましょう。はい、こんな感じで今はね、Tesseract OCR の場合はこんな感じで読み取れてます。それでは変更していきましょう。まず、設定から画像加工 &OCR 読み取り設定を選択します。表示された画像加工 &OCR 読み取り設定のウィンドウの下の方ですね、OCR 読み取り設定の使用 OCR エンジンを
Windows 10 OCR に変更できるようになっているので変更しましょう。そして保存をクリック。保存されました。これで一度同じ文をね、読み込んでみましょう。今は、シュル、もう読めてないですよ。一応クリアして、今 Windows 10 OCR なんで、これでどうでしょう。はい、これで読み込んでみましたが、どうでしょう。まだテッセラクト OCR より Windows 10 OCR の方がもう少し認識は若干上がってるかなっていう感じはしますね。テッセラクト OCR も Windows 10 OCR も優劣は特になくて、どちらのシステムも読み取りやすい文字、読み取りにくい文字があるので、状況によって使い分けるようにしてください。Windows 10 OCR の導入と使い方は以上となります。それでは最後に OBS スタジオに翻訳したテキストを表示させる方法を解説していきます。ゲーム実況やゲーム配信などで翻訳した文章を表示させたいという方も多いのではないでしょうか。この解説では OBS に翻訳したテキストを表示させる方法だけで OBS の使い方や操作の方法は解説しませんのでご了承ください。まず PCOT 側の設定をしていきます。PCOT の操作画面中央部の翻訳結果をコピーというチェックボックスにチェックを入れます。これで PCOT 側の設定は完了です。次に OBS 側の設定をしていきます。まず、ソースにテキストソースを追加してください。新規作成で OK をクリックします。テキストのプロパティが開かれたら、ファイルから読み取りという欄にチェックを入れます。そして参照を押します。ファイルの参照は PCOT フォルダ内部にあるリゾルトテキストを選択してください。開く。OK を押します。はい、これで全ての設定は完了しました。試しに翻訳してみましょう。頭が痛い。たったこれだけで OBS に翻訳したテキストを表示させることができます。もし DeepL 側の翻訳を表示させたいという場合は、PCOT 本文の上で右クリックをして DeepL で翻訳します。そして DeepL の翻訳右下にあるコピーをクリックします。次に PCOT 側の翻訳結果を出力をクリックします。そうすると DeepL 側の翻訳を表示させることができます。文字や色の大きさ、背景色などを変えてうまく活用してみてください。OBS に翻訳したテキストを表示させる方法は以上となります。はい、今回は無料で公開されている翻訳支援ツール PCOT を紹介しました。日本語に対応していないゲームのテキストを読み取り、簡単に翻訳してくれるだけではなく、豊富な機能と DeepL や Windows 10 OCR を使うことで、翻訳精度、読み取り精度を上げることもできる最強の翻訳支援ツールです。動画では PCOT の導入と基本的な使い方から翻訳精度、読み取り精度を上げる方法を解説しました。PCOT を使って楽しい PC ゲームライフを過ごしてもらえたらと思います。私のチャンネルでは普段 Steam の PC ゲームをメインに今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。ブログでも今回の動画の内容を紹介しているので参考にしてください。この動画が少しでもあなたのお役に立ったなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日になりますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。